こんにちは。このチャンネルはキャンプ、車中泊など偶然出会った心地よい風景を撮影し配信しております。今回は昨年から始めたカヤックに似た乗り物パックラフトでの和歌山の旅の準備で、新たな道具やカメラセッティングの紹介やバックパックにまとめて歩いて川まで行き、川を少しだけ下りお昼をとって歩いて戻ってくるといった一連の川旅のシミュレーションをまとめてみることにしました。近場に駐車場のある流れが緩やかな場所を見つけたので、とりあえずゴール地点を確認しに行きます。愛知県岡崎市の矢作川です。流れが緩やかで川から容易に上陸できそうなので、ここをゴール地点に決めて上流に向かい出港できそうなポイントを探します。駐車場があったのでこちらに停めます。新しく購入した道具を紹介します。今回は川幅の広い下流域ですが、上流の支流などダウンリバーは転覆の可能性があるので、前回のウェーダーからウェットに変更しました。全身濡れてからの体温の低下が危険なので、生地の厚みが下が3ミリ、上が2ミリにしました。この日は天気が良かったので、特に上は汗がこもり暑かったです。サーフィンで使用した 1.5 ミリのものもあるので、やりやすさと行く場所、天候によって変えていきたいと思います。足元は歩くのでソールがしっかりしているもので、ウェット素材の靴下にアウトドアサンダルの組み合わせ、もしくはこちらもサーフィンの時に使用していたブーツのみ。ただソールがツルツルなので山などの傾斜を歩くには向いていません。今回はウェット靴下とサンダルの組み合わせにて、ただ砂浜でサンダルとの間に砂利が入ってくるので歩きにくかったです。あとは防水バッグ。前回まで5リットルの小さなものを利用していましたが、今回は20リットルに変え、両肩で背負えるものを選びました。他に運ぶ荷物は4分割のパドル、パックラフト本体、カメラ類と電動ポンプはワンタッチで開けやすい機材ボックスメーカーペリカンの防水ボックスに収めてバックパックにくくりつけることにしました。道あるね。行けるね、ここは。
開けた場所にたどり着きました。うわ、浅いね。この辺は行けないか。だいぶ水量が少なく出港できそうな場所を探します。こういうことですね。川が二手に分かれていて、衛星写真で確認すると細い方は水が冷え上がっていたので、先ほどの場所に戻ります。パックラフトは小さく畳めて持ち運びができるので、歩きながら出港する場所を探すことができます。防水ボックスに収納した電動ポンプでパックラフトを膨らませていきます。パックラフトを掴むためのロープを広範囲に拡張しました。これは横転した時にパックラフトを掴みやすくするためです。リングに紐を通していますが、一つ一つ巻きつけて固定した方が一つのリングにかかる重量は分散できるかもしれません。防水バッグは前方にカラビナで2箇所ワンタッチで付けれるようにし、そこに機材ボックスをバンドで固定し、同時にバッグも下から固定されるようにします。パックラフトの時のカメラはインスタ 360-1R で360度カメラで全方向を収録し、後からアングルを決めて書き出しします。固定器具はマジックテープで2箇所、ゴム紐で2箇所固定し、もう一つこのカメラの特徴のカメラに映らない最大3メートルまで伸ばせるこの棒をバッグとゴム紐で固定します。ただこの方法はパックラフト中棒を伸ばすと斜めに傾いたので、もう一箇所下の方も固定した方が良さそうです。パックラフトの空気圧が低くカメラが揺れがちなので、少し空気を入れます。後部には救助用ロープをつけておきます。袋と T シャツを防水バッグに入れ込んで出発です。出発早々浅瀬が続いたので、しばらく引っ張ってからリスタートしました。カメラの棒は現在 1.5 メートルに伸ばして撮影しております。
今回浅瀬が多いためスケグと呼ばれるフィンはつけずにパドルを漕いでいるので、パックラフト自体は流れに当たると回転しやすいです。カメラをフロントに付け替えました。岡崎の町の中心部に近いところですが、なかなかの冒険感がくすぐられる景色の場所です。こちらはカメラの棒を3メートルに伸ばした光景です。ドローンみたいな景色になり、ここまで伸ばすと手持ちじゃないと支えきれないので、片手でパドルを漕いでいます。短い時間でしたが、ゴール地点に到着です。この日は晴れていて、日差しを遮る木などがない場所でしたので、ウェットが濡れてない状態ではなかなか暑く、特に上半身は熱がこもり汗ばんでいるので、とりあえず T シャツに着替えます。パックラフトを持って木陰に移動します。濡れているパックラフトとウェット類を乾かしながら、この南国のビーチみたいな白い砂浜で昼食にします。持ってきた道具の紹介です。こちらはライト DD タープ。普通の貼り方以外にシェルター型など様々な貼り方が可能です。パドルを支柱にして立てます。タープを引っ張るためのロープ。ペグは木か、石で代用します。次に小さな焚き火台、流木などを巻きにします。それとコーヒードリップセット、ガスバーナー使用時の風よけ、パックラフトに穴が開いた時に塞ぐ応急用のダクトテープ、クッカーセットの中にガスバーナーと OD 缶、それと小さなトーチ、あとは水筒と水。パックラフトをベッドにできるので、寝袋と食材を追加すればタープ泊でキャンプができる最低限のセットです。だいぶ乾いた。そうしてるうちにパックラフトが乾いたので、
砂を払ってベッドにしてみます。ちょっと空気を抜きすぎましたが、普通のベッドみたいに寝心地が良かったです。なんか種かなこれ。風通しの良い木陰でゆったりとした時間を過ごし、あとはまた荷物をまとめて下ってきた川を見ながら歩いて帰ります。スタート地点に戻ってきました。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。